こんにちは、つのです。突然ですが、皆さんはないものねだりしたことありますか？そもそもないものねだりって何って調べてみたら、ないものをねだって欲しがること、できないことを無理にせがむことと定義されているそうです。昨日の夜、夫と友人の話をしていたら、みんながキラキラ輝いているように感じて、ない側の自分と比べてしまって、将来が見えなくなって不安になって、恥ずかしながら大泣きするという事件がありました。仕事がない、おしゃれで丁寧な暮らしもできない、お金がない、英語が話せない、アメリカに来てから何もしてない、何も成し遂げられてない、頑張れてない、何か秀でた才能もない、上げ出したら本当にキリがないです。気づけば自分の足りない部分ばかりが気になるようになっていて、暗いお話でスタートしてしまったんですが、今日は今あるものに目を向けよう、自分は自分だと思ったことについてお話ししてみようと思います。なんかちょっと綺麗事っぽいですが、今の自分の気持ちを正直に記録してみようと思います。突然の情緒不安定な自分に時々びっくりするんですけど、普段は自分は自分、人は人って思うし、落ち込んでも寝たり甘いもの食べたり好きなことして切り替えは結構早いタイプです。だけどこのないものねだりについては、私がアメリカに来てからどうしても持ち続けてしまっているもののような気がします。うまく言えないんですけど、当たり前だった日本での生活を手放していろいろ失ってしまったような気持ちになっていたというか、アメリカに来てからも楽しく幸せな生活をしてるし、こっちに来たからこそ得たものもたくさんあるんですけどね。夫は私の話を一通り聞いて、いつも寄り添ってくれるんですけど、涙が出た時に、あなたはたくさんのものを持ってるから、ないものにばっかり目を向けちゃダメだよって、そこで初めて自分がないものねだりしていることに気づきました。今は体調の問題で就活をお休みしているんですが、びっくりするほど就活もうまくいかなかったんですね。日本で6年半の経験があるから、案外お仕事もらえたりするかなーなんて淡い期待を持って始めたんですけど、そんな甘くなくて、ありがたいことに日本ではあまり就活に苦労したことがなかったので、初めて仕事が決まらない状況に直面して、どこのコミュニティにも属してないし、社会から切り離されているというか、必要とされてないんじゃないかなって悲しくなったりしていました。海外に行く私のような知人、友人がいたら、みんな当たり前に、アメリカでこれから何するの？何してるの？って聞くと思うんですけど、私がそれを聞かれただけで、私も知りたい、みたいな、普通のたわいもない会話の一部なのに、ちょっとした謎のストレスを感じていたこともありました。一方で、SNS で他の日本人の方がキラキラ活躍してるのを見て、素直にいいなって思うし、仕事が決まらない自分と比べて羨ましいなって思ったりして、同じような経験されたことある方いらっしゃいませんか？でも考え方を変えれば、仕事がないおかげで今こうして時間があって、
いろんなことを考えたり、整理したり、生活を整えたり、新しいことに挑戦してみたりできる環境にいて、今までは次々に自分がやりたいことをやってきたからこそ、アメリカに来てから立ち止まってしまったような気がしていたんですが、実際は細々といろいろやってるので、よしというところですよね。南米出身で結婚を機にアメリカへ来て現地就職した友人からは、履歴書は100件以上送らないといけないよって言われていて、ちょっと正確な件数は忘れてしまったんですけれど、まだ20件前後しか提出できていないので、就活を再開したら、私はなんならもっと気合を入れて挑戦したいですね。ちなみに、面接に呼んでもらえたのは2回で、英語のハードルもあって、なかなかうまく話せなくて、次に進めませんでした。そもそも、面接官の方に何を質問されているのか、わからないこととかもあったので、もっと英語の勉強と面接対策をしないといけないなと思いました。これからは仕事がないという事実だけにとらわれず、働いてない期間をどう過ごすかに目を向けたいなと。じゃあ何をしたらいいのかという具体的なことはまだ考えられてないんですけど。アメリカは物価も高くて、私が働いていないのもあって、夫の稼ぎに頼りきりで、申し訳なさとお金の心配はあるんですが、アメリカにいる今しかできないことにはしっかり使って、いい時間を過ごしたいなと。おしゃれで丁寧な暮らしもできないですけど、小さく静かに、穏やかでワクワクした生活をするのが好きなので、家族で楽しめるライフスタイルをこれからも続けていきたいです。英語力については未だに自信が持てないんですけど、先日新しくギリシャ人の友達ができたんですけど、私には難しい単語も意味を簡単な英語で説明してもらったりして、一緒に楽しくラーメンを食べられました。それくらいコミュニケーション取れるほど話せるようになってるとポジティブに捉えて、英語の勉強を続けるモチベーションにしていきたいです。私自身は特に秀でた才能も魅力もないと思ってしまうんですが、まだそう思えるものがないだけで、いろんなことに挑戦する中で、これから見つかったり、誰かが見つけてくれたりするかもしれないなって思ったり、見つからなくても自分をいつも気にかけてくれる大切な家族や友達がいればそれでいいかと思ったり、アメリカに来てから新しい挑戦ばっかりですが、いつか未来の自分があの頃の自分も良かったって思えるように、のんびりでもそうやって過ごしていけたらいいなと感じています。過去から今まで積み上げてきたもので今の私は作られていて、その中で自分はたくさんのものを得て成長してきていて、それを引っ提げてこれから先の未来に目を向ければいい。夫にそう言われて、そっかーって、自分はちゃんといろんな力をもう持ってるんだと、そう腑に落ちてまた泣きました。置かれた場所で咲きなさいという名言があるけど、本当にその通りで、
私は今はアメリカで生きる。そんななかなかない経験をするチャンスをもらって、そこに飛び込むと決めたのは自分自身で、そこで今の自分ができる自分の精一杯で生きること。それが私が咲く方法かなって、綺麗事っぽいけど今はそう思えています。何より大切な夫がそばにいることそのものが幸せなことですよね。大前提、全く人と比べないっていうのは難しい話だと思っています。SNS だけじゃなくて、周りの人の何気ない話を羨ましいなとか、自分も欲しいなと思ってしまうことありませんか？人と比べていいことなんて全くないんですけどね。そもそも SNS や羨ましい話なんて本当にその人の一部分で、その人が置かれているそれぞれの場所、状況でいろんな事情を抱えていたり、キラキラしたハイライトだけじゃない部分もたくさんあって、わかってるけど、それって結構忘れちゃうことだなって。前を向けない時もあるし、それだけが正解じゃないこともあるけど、今は私は毎日小さなワクワクをたくさん探したり、感じたり、集めたりしながら、穏やかにハッピーに暮らしていきたいな、と、そんな風に思って、今朝はいつもより30分早く起きて、ヨガをしてみました。ちょっとしたことだけど、ワクワクする一日のスタートになったので、何か新しいことをやってみるのは結構おすすめです。あとは、気分が落ち込んだ時は、太陽の光を浴びたり、体を動かすのが大事らしいので、散歩するのもリフレッシュになってとてもいいと思います。あと、落ち込むネタの SNS を見ないようにすることも大事です。少し前はアメリカに住む駐在妻さんたちの SNS とかをよく見ていて、でも落ち込んじゃうことが増えたので、最近は欲しい情報だけ、好きなことだけ見ています。お菓子作りとか編み物とか旅行情報とかを見てたら、おすすめ欄がそれ系のものばっかりになって、今は幸せな光景になってます。ないものを思って落ち込むよりも、未来の自分が羨むくらい今を楽しみたいですよね。今日は自分は自分だから胸張って進みたいという独り言でした。最後まで聞いてくださってありがとうございました。皆さんも良い一日をお過ごしください。それではまた。